その酪農家の方は廃業されてる方も多いんですよ。食べ物を手に入れること自体ができなくなっちゃう。そのいろんな食品がもう食べれなくなる。これよりフェアプライスプロジェクトプレゼンツなりきり大臣記者会見を始めさせていただきます。本日の司会を務めます藤田環奈と申します。日本の食の未来について考え、適正な価格形成による持続可能な食料供給の実現に向けた理解と共感を深めるための取り組み、フェアプライスプロジェクト。本日は2名のゲストをお迎えし、大臣になりきって当プロジェクトについての会見を開いていただきます。はじめに経済学者の成田悠介様。なぜここにいるのかよくわからない成田です。よろしくお願いします。では続いてアンバサダーを務めております中山きんに君様です。フェアプライスプロジェクトアンバサダーを務めさせていただいております中山きんに君です。ではまずはじめに中山きんに君様よりプロジェクトのご説明がございます。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。我々の生活の中で避けては通れない問題が起きております。それは食品についてでございます。最近はどんな食品も価格が高騰していて生活が大変だなと気づかれる方もいらっしゃると思います。成田さんはいかがでしょうか。辛いですよね。それ僕もやし、納豆、卵、そういうものだけで1日100円以内で生活するとか日本にいる時よくやってるんですよ。あ、そうなんですね。ちょっと100円は無理になってきましたね。そういったもう誰もがね買いやすいような食品においても価格が高騰しているということですよね。なんか筋肉を作るための食べ物とかも値段上がってますか。そうですね。私はですね1年間を通して基本的に 70% 以上は毎日同じものを食べております。はい。なので毎回買うものが一緒なのでだいたいこの時期にこういうのが値上がりしたなとかそういったものはよくわかりますね。価格が高騰しているっていう意味合いではいろんな要因があるんですよね。そうですね。実際に原材料やエネルギーの価格が上がっておりますので販売価格にも影響すると思うんですけれども消費者の人がなかなか買えなくなってしまうと、はい、そうすると生産されている方の事業が継続できなくなってもうその食品そのものが作ったり流通することができなくなってしまうという問題があるんですよ。よって買う人にも売る人にもそして生産する方にもどんな価格がフェアか適正価格なのかっていうのをですね考えるのがこのフェアプライスプロジェクトでございます。ありがとうございました。それではこれより質疑応答へと移らせていただきます。挙手でお願いいたします。では最前列のブルーのネクタイの方お願いします。消費者の皆様にご理解ご協力いただくためにどのような取り組みを行っているのでしょうか。はい、牛乳の生産者の方のところにお邪魔しましていろいろと体験させていただきました。なぜ価格が上がるのかというのをいろいろお話を聞きました。例えば餌代が高騰しているとか、今年の夏はですねすごく暑い日が続きまして今まで以上に光熱費もかかったりとそういったことで生産のコストが上がっております。やっぱりねそうやって学ぶことによって僕もこうやったら価格が上がってしまうんだなしょうがないなっていう気持ちになりました。成田さんは面白い試みだなと思ったんですよ。つまりフェアプライスであって安くすればいいっていうわけじゃないっていうのがいいなと思ったんですよね。というのはこう、ね、食料の値段が上がってるっていうと普通は皆さん値段が上がって辛いのでいかに安くするかってことだけ考えがちじゃないですか。だけどその背後の生産者の方とかまで考えると値段が上がらざるを得ない背景というのもあるのでただただ安くすると生産者の方々が今度は痛みを被らなくちゃいけなくなる。だからその時に安すぎず高すぎない適正なところをどう見つけるかっていうのが問題設定がいいなということをまず思いましたね。こういう問題って皆さん辛いじゃないですか。日々そう生活してる感覚からすると辛いのでまず怒ったり悲しんだりするっていう感情的な議論になりがちだと思うんですよね。でもまずその行動したり怒ったりするよりも何が起きてるのかっていうことを知るっていうことがとても大事なのかなと。
という意味でその適正価格とかフェアプライスみたいなものを、探るために必要なことをみんなで理解していくっていうのは大事な試みだなと思いましたね。では次の方、白のジャケットの女性お願いします。コスト上昇分を価格に反映していかないと、日本の農業、食品産業が立ち行かないのが現状ですが、農林水産省、農林水産大臣の立場だったらどうされますか？正しいフェアな価格を負担するっていうことをまず国がお手本を示すっていうのは大事なんじゃないかなと。っていうのはその適正な価格でもしかしたらこれまでよりも食品の価格が少し上がってしまうのはある意味致し方ないのかもしれない。だけどその痛みをまずその国民が担わなくちゃいけないっていうとその痛みを国民に押し付けてるような感じがあるじゃないですか。だからまずその適正な価格を国とか公的機関が負担するっていう試みとかシンボルみたいなのを作るのが大事なのかなって気はしたんですよね。筋肉様も。で実際に農家の方とかその酪農家の方は廃業されてる方も多いんですよ。はい。その作ったコストよりも安くでしか売ることができない。でやればやるほど赤字になると。でこのままいけばもう必ずもう食べれなくなることはもう見えてるんで、僕がもし大臣だったらもうやはり値上げせざるを得ないかなと、思います。でなぜ値上げしないかっていうのを教えていければいいなというふうに思いますね。僕もやはりフェアプライスプロジェクトで参加する前と後では考え方も変わりましたし、これは値上げしないともうやっていけないだろうなっていうふうに思いましたので、とにかく皆さんに知ってもらうこと、これをより力を入れてやるっていうことですかね。特に販売者さんとか消費者の方が安く食べ物を確保しようとしすぎると、結果としてさっきの農家の方とか酪農家の方とか廃業せざるを得ない方が増えてしまう。そうすると長い目で見た時自分たちがそもそも食べ物を手に入れること自体ができなくなっちゃうっていうことに気づくことは大事ですよね。そうですね。やっぱり知ってもらうことですよね。そうするとやっぱ反対する人はかなり減るんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。では続いて真ん中のメガネの男性お願いします。アメリカではコスト上昇分の価格への反映は進んでいるのでしょうか。また消費者の受け止めはいかがでしょうか。アメリカと日本の食品の価格についてどう感じていらっしゃいますか。食べ物の値段が上がってるというのは日本でもアメリカでもそれ以外の多くの国でも同じだと思うんですよね。ただ日本と比べるとアメリカでは1年から2年ぐらい早くいろんなものの値段が上がるのがスタートした。でさらには食べ物の値段の上がり方よりもさらに例えば人件費とかサービスの値段の上がり方の方がさらに激しかったんですよね。でただここに来てアメリカのその物価上昇はだいぶ抑えられるようになってきて、実は日本とアメリカのそのインフレの度合い、物価の上がり方の度合いがちょうど逆転して、むしろ日本の方が物価の上昇の問題が深刻になってるっていうのが今だと思うんですね。で特に日本ではその食べ物の値段の上がり方というのが、他のものの値段の上がり方と比べて特に激しいので、このスーパーに行って買えるものがなくて厳しい、辛いっていうのは、日本の方がむしろ大きな問題なのかなという印象を持っています。では最前列の牛柄のネクタイの方お願いします。飼料やエネルギー価格が高騰し、価格への反映が一部進んでいますが、牛乳の買い控えが起きておりお困りとのことです。牛乳をもっと買っていただくにはどうしたらいいでしょうか。牛乳とあんことか牛乳とせんべいとか異常に合いますよね。せんべい、せんべいも牛乳とですか。特にたまり醤油のちょっと甘めのせんべいと牛乳とかむちゃくちゃ合うんですよね。そうですか。だから昔は牛乳っていうと牛乳だけでグッと飲むもの、でなんとなく体にいいとかカルシウムが入ってるから飲むものっていう印象があったと思うんですよ。ただ他のものと組み合わせると牛乳そのものの美味しさがますます際立つなと。でなのでそうですね、牛乳と何かの組み合わせみたいなものの価値を押し出していくっていうのも大事なんじゃないかなと。ただ突き詰めるともう筋肉頼みしかないんじゃないかな僕実はですね、最近ちょっと発見したんですけれども、ダイエット系のコーラ飲料と牛乳を混ぜるんですよ。爽やかな甘さの牛乳飲料が完成したんですよ。でダイエット系のコーラ飲料なんでカロリーも抑えられて牛乳も美味しく飲めたっていうのがありましたので、これは僕はダイエット中にちょっと飲んだりして味でも満足しながらカロリーも抑えたりしておりました。
ありがとうございます。